こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは、教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。はい。ということで今日のテーマなんですが、今日はメッセージで日本人がよく使うフレーズ集です。皆さん日本人の友達と LINE とか Instagram の DM とかでお話しすることとかってありますか？会話では聞かないけど、メッセージでよく見る日本語ってありますよね。これを見てくださってる方の中にも、私とコメントでお話ししたことある方いらっしゃるかなと思うんですけど、日本人ってメッセージでしか使わないフレーズって結構たくさんあるんですよ。なので、今日は日本人がそのメッセージの中でよく使うカジュアルな表現、いくつかご紹介していけたらいいなと思います。それでは、行ってみましょう。はい、ということで、まず一つ目はこちらです。これ、わらとかって読むんですけど、これは笑っている感じを表現しています。漢字の通りですよね。括弧の中に笑うという漢字が入っています。で、ただこれは大爆笑しているっていう感じではなくて、どちらかっていうとちょっと面白くて笑っちゃったとか、あとはその会話自体を少し柔らかくしたいなっていう時に使うことが多いです。メッセージって自分の顔も相手の顔もお互いに見えない状態でやり取りをするので、こんな感じでやっぱりこの笑っているっていうことを伝えるためにもこういったものをよく使います。例えばなんですけど、こんな感じです。今日めっちゃ眠いとか、あとはこんな感じ。また食べ過ぎたみたいな感じですね。こういう風に、何か言ったことに対して、最後にこう、カッコで笑うっていう感情を入れると、少し柔らかくなったり、あとは冗談を言った時とか、あとは少し恥ずかしい話をした時とか、そういった時に使うことができます。そしたら次、二つ目なんですけど、二つ目はこちらです。これは英語の W なんですけど、日本ではさっきの一つ目と一緒で、笑っている時にこの文字を使います。で、これも笑いを表現するんですが、さっきのこのカッコの中に笑うっていう感じと違うところが、これはたくさん使います。一個でもさっきと同じ笑うって意味になるんですが、これをたくさんつけると大爆笑みたいな意味になることがあります。なので、自分がもう面白ければ面白いほどこの W はたくさんつけてもらって大丈夫です。で、例えばなんですけど、こんな感じ。それはやばいとかあとはこんな感じ。面白すぎるとかっていう時に使います。ただこれはかなりカジュアルな表現なので、友達同士とかですね、そういうところで使うのがおすすめです。そして三つ目がわかるです。これは共感するときに使うんですけど、メッセージだけじゃなくて、友達とこうリアルタイムで話しているときにも結構使います。で、相手が言ったことに対して、そうそう、私もそう思う、みたいなときに、このわかるっていうのを使います。例えばなんですけど、今年の夏暑すぎるよね。わかる、みたいな風に使うんです。で、もっと強く共感したいなっていう時は、めっちゃわかるみたいな風にめっちゃをつけます。とか、それめっちゃわかるとか、こう、それが結構前につくことあるんですよ。これは結構敬語でも使うことができます。例えば、先輩が、今度ご飯行かない？わかります。めっちゃ行きたいです。とか、今日ちょっと天気悪いね。わかります。最近雨多いですよね。とかっていう風に使うことができます。なので、わかるだとタメ口なんですが、わかりますっていう風にすると、敬語にすることができるので、これは比較的ちょっと仲がいい先輩とかには使うことも大丈夫です。はい。そしたら次、4つ目なんですけど、4つ目はこちら。OK です。これは OK っていう意味です。で、友達同士でめっちゃ使うんですけど、例えば、明日10時集合でいい？ OK みたいな風に使います。で、これ短くてカジュアルで可愛い感じもするので、男の子でも女の子でもみんな使います。何々しようよ ?OK? とか、これでいい ?OK? みたいな風に、本当OK って英語で使うときに、このひらがなで OK を使う感じですね。そしたら次、5つ目がこちらです。量。
なんですけど、これ知ってますか？これは日本語の了解を短くした言葉です。で、もうほんと了解って分かりましたみたいな意味なんですけど、友達に例えば、先行ってるねって言われたら、了っていう風に言うことができます。ほんと、分かったみたいな感じで返事したい時に、了って送ることができます。で、すごくカジュアルな表現なので、友達とか恋人とかのメッセージで使うことは多いです。ただ、目上の人ですね。上司とか先輩とか、あとは初対面の人とかに、了っていうことはないです。なので、そこだけ注意してください。そしたら、6つ目がこちらです。はーい。なんですけど、これは、はいっていう返事あるじゃないですか。それを柔らかくしたタイプ。はーいって真ん中にこう伸ばす棒を入れたタイプですね。で、これは、ただのはいよりも少し明るくて優しい感じがします。例えば、後で電話するね。はーい。みたいな風に使うんですけど、仕事とかでは、さっき言ったはい。本当に伸ばし棒なしのはいを使うことがほとんどです。ただ、やっぱり友達のメッセージとかって、ビジネスライクになるとちょっと冷たい感じがしちゃうじゃないですか。なので、そういった時に柔らかく返事をしたいっていう時に、このはいを使います。これ私めっちゃヘビーユーザーで、結構それこそこの動画によく出てくれるまいちゃん、まい先生とのやりとりとかも、今度ここでいいはい、大丈夫とか、はるちゃん今電話できるはーいみたいな風に、はい、よく返事してます。これめっちゃ便利だし、なんかその会話が明るく楽しくなるような雰囲気がするので、なんか私は結構よく使います。ぜひ皆さんも使う機会があったら使ってみてください。そして7つ目はこちらです。〇〇そうなんですけど、これは、できない時とか、ちょっと断る時に使うことが多いです。例えば、こんな感じです。無理そう、できなそう、いけなそう、みたいな風に使うんですけど、日本人って断る時に、はっきりと言い過ぎないことが本当にたくさんあるんですね。なので、できない、いけない、無理、みたいな風に言い切らないんですよ。例えば、今日ご飯行けるって聞かれた時に、ごめん、今日無理そう、みたいな風に使います。とか、ちょっとこれ手伝ってくれるごめん、今ちょっと忙しくてできなそう、みたいな風に、こう、できないって伝えたいんだけど、はっきり言ってしまうと、相手がちょっと嫌な気持ちをしてしまうかもしれないので、そこを〇〇そう、できなそうとか無理そう、いけなそう、みたいな風に断るときはこの〇〇そうを使います。これはめっちゃ使えます。ごめん、無理ってあんまり私も言われたことないし、言ったことなくて、大体は無理そう、いけなそう、みたいな風に使います。はい、ということで今日紹介した表現をまとめていきます。まず一つ目がこちらです。はい、わらみたいなやつなんですけど、これは笑っていたりとか、あとはその会話自体をちょっと柔らかくしてくれるような役割があります。そして二つ目。はい。これもさっきとちょっと似てるんですけど、一つだったらさっきとほぼ同じような意味で使えます。ただこれは自分が面白いって感じた分だけたくさんつけてもらって大丈夫です。で、ただこっちは結構カジュアルなので、上司とか先輩とかには使わないっていう風に覚えてください。そしたら次三つ目がこちらです。はい。三つ目は、わかるです。これは相手の言っていることとかに共感した時に使います。これは、わかりますっていう風にすれば、敬語でも使うことができるので、全然こう幅広く使ってもらって大丈夫です。で、しかも、誰かとこう対面で話す時にも使うことができるので、すごく便利なワードかなと思います。そしたら次、四つ目がこちらです。OK。OK っていう意味です。OK ってやるんですけど、これめちゃくちゃ可愛くて、本当に男女問わずみんなが使う言葉です。そして5つ目がこちらです。了。これは了解っていう意味です。わかったみたいな時に使います。そしたら次6つ目がこちら。はいですね。これは、はいっていう言葉に、ただ真ん中に伸ばし棒をつけただけなんですけど、それだけでもこう友達同士の会話が柔らかい雰囲気になるので、よく使われています。はい。そしたら最後がこちらです。
〇〇そう。これは無理そう、できなそう、いけなそう、みたいな風に断るときに日本人はこうはっきりとした言い方を避けることが多いです。なので、できないっていうんじゃなくてできなそう。無理っていうんじゃなくて無理そう。いけないっていうんじゃなくていけなそう。みたいな風に使います。はい。どれも教科書では全然載ってないと思うんですけど、でも日本人のメッセージでは本当によく使うんですよ。で、皆さんもし日本人の友達とかとメッセージする時があれば、ぜひぜひ使ってみてほしいです。で、ただとってもカジュアルな表現なので、先生とか、あとは会社の人とかには使うのはなるべく避けてください。皆さんは日本人のメッセージで、これどういう意味って思ったこととかありますか？もしあったらぜひぜひコメントで教えてください。はい。ということで、今日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね